皆さん、おはようございます。今回はぐるっと旅をしてきた様子をささっとお届けしたいと思います。これから南海電車、南海フェリーを使って徳島へ向かいます。バスだと徳島まで早く行けるのですが、鉄道、フェリー大好きな私はこちらを選びました。南海難波駅から特急サザンを利用して約1時間ほどで和歌山港駅に到着です。鉄道連絡船の南海フェリーを使って徳島港を目指します。約2時間の船旅です。こちらだとお得なスキップを使えば難波から和歌山港を経て徳島港まで2500円で行くことができます。南海難波駅は投炭式ホームといって行き止まりのホームです。私鉄では国内第2位でとても大きな駅です。船子好きの私は船子を見るとつい乗船したくなります。さて予定変更といきますか。関空行きのラピートが止まっているね。ミャクミャクがラッピングされて可愛いな。今ではすっかり虜です。今回はミャクミャクは置いておいて本題に戻りましょう。和歌山港まで直通の特急サザンは1日3本と少ないのです。私は9時10分発のサザン和歌山港直通を選びました。8時54分、特急サザンの入線です。和歌山方面からやってきたサザンは4番ホーム側で乗客を降ろし、その後車内を清掃し、そして5番ホーム側の扉が開いて乗車です。少しサザンを見てみましょう。後ろ4両が自由席で一般的な通勤電車のような車内です。そして指定席が自由席の前に4両連結されています。こちらは特急らしい座席です。指定券の自動券売機がありますのでここで切符を買うことができます。520円です。いつもの一番後ろが空いておらず、今回は3号車の真ん中あたりの座席を取りました。さて、乗車いたしましょう。特急のドアを入るとテンションが上がってしまいます。指定席は皆さん乗車なされないみたいでガラガラです。9時10分、和歌山港駅に向けて特急サザン9号の出発です。指定席なのでテーブルを出してさっき購入した食料を食べるぞ。おっと、南海の緑色の旧塗装車両がすれ違いましたよ。泉佐野駅に到着です。ここから空港線で関西国際空港へ行くことができます。泉佐野は大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、関西国際空港があるところでもあります。ラピートの万博仕様の車両は何編成あるのかな。今日はこれで2編成見たよ。日本で5番目に高い SIS リンクタワーが見えています。大阪南港にある WTC ビルと高さを競ったことでも有名ですよね。尾崎駅と三崎公園駅の間で海を見ることができます。紀の川橋梁は明治時代と大正時代に作られたトラス橋で、単線橋が2本かかっている橋梁です。私は鉄道の橋がとても好きで、特にこの南海本線紀の川のトラス橋が好きです。
10時9分、和歌山市駅に到着しました。めでたい電車の彼方が止まっていました。めでたい電車は加魚線を走っているとても可愛らしい電車です。和歌山市駅を出発する際、外国の夫婦の方が手を振ってお見送りをしてくださいました。グッバイ。一堀川に沿って電車は進みます。赤いトラス橋が特徴的な青岸橋が見えてきたら和歌山港駅は目の前です。10時15分、和歌山港駅に到着です。左奥のファンネルに南海のロゴマークが入っているのが南海フェリーです。自動改札機に切符を通すとフェリーの切符に早変わり、忘れないように気をつけてね。フェリー乗り場までは人道橋が続いており、雨風を防いでくれるのでこれはいいな。さすが鉄道連絡船です。この人道橋がまた長く、水平エスカレーターがあってもフェリー乗り場まではかなり遠いです。出港時間は10時35分で、まだ少し時間があるようなのでフェリーアイを見に行ってきました。白にブルーのライン、そしてハートの中に愛が入っている可愛らしいデザインのフェリーです。さて、南海フェリーに乗船しましょう。切符を見せ、牽引してもらいました。そしてアンケートのお礼に南海フェリーのボールペンをいただきました。わかりました。よろしくお願いします。乗船しました。ビニールシートに覆われた変わったデッキの先に客室の入り口がありました。中に進んでいきましょう。この辺りから自由席になっているみたいです。出港するようなので急いでデッキに出てきました。ちょうど船と人道橋が離されるところでした。このデッキの上に展望デッキがあるようなのでここから出港を見てみましょう。10時35分、和歌山港を出港です。2時間15分の短い船旅ですが楽しんできます。行ってきます。小さいフェリーなので加速がいいのかもしれないですが、なんか早いです。先ほど電車から見た赤いアーチの青岸橋が見えています。
和歌山港を離れるフェリー、航跡がなんかいいな。舵がついてるね。お子さんが喜びそうなギミックがあるのもいいね。あまりの暑さに耐えきれず、クーラーの効いた船内でゴロゴロしましょう。今回は絨毯席の女性専用席を使ってみたいと思います。貸し切り状態でこれは嬉しい。短い航路であればゴロゴロできる絨毯席がいいね。これは失礼。靴下が映ってますね。これは万博で買った靴下です。脈々はあまり好きではなかったのですが、今では大好きになってしまいました。何か魔法でもかけられたのかな。先ほど乗船する前に渡されたアンケートにいただいた南海フェリーのペンで書き込みました。アンケート回収ボックスに先ほど書き込んだものを入れておきました。他の座席も見てみましょう。こちらは通常の絨毯席です。女性専用はピンクでしたが、通常の方はブルーに色分けされていました。こんなソファー席もあったよ。船首には特急列車のようなシートの椅子席が置かれていました。丸い窓から全面展望が可能です。ビジネスコーナーもあり、パソコンなどをする方には便利そう。一番広そうな空間にはテーブルと椅子が設けられたファミリー席がありました。窓際にはテーブルとコンセントがあるカウンター席もありましたよ。8月7日は鳴門の夏祭りがあるみたいです。行ってみたいな。売店の営業もないので船内での食事はカップ麺、パン、お菓子だけになります。ほんの飾り程度にクレーンゲームが置かれてありました。そろそろ淡路島の沖に浮かぶ沼島が見えてくるのでデッキに出てみましょう。今見えている島は淡路島です。Google マップで見るとこの辺りです。今日はとてもいい天気で波もなくフェリー日和です。デッキの上はとても暑かったのですが、この大海原に青空、鏡のような水面、潮風がとても気持ちよかったです。前方右側に沼島が見えてきました。この沼島は国生み神話に登場するおのころ島だという伝説が残る島とも言われています。沼島あたりで南海フェリーの葛城とのすれ違いです。もう少し近くに寄って汽笛の挨拶があればいいのにね。大鳴門橋も見えるのですが、少しもやっていたのでシルエットさえ見ることができませんでした。眉山が見えてきましたよ。眉のごとく燃えに見える阿波の山と万葉集にも読まれた眉山は徳島のシンボル的存在です。徳島南武道の橋脚を越えると南海フェリーの徳島港です。
12時50分、徳島港に入港です。選手からの入港なのでとてもスムーズな着岸でした。下船です。2時間15分の船旅でしたが、あっという間の出来事のようで、もう少し乗船しておきたかったです。このスキップはお得に大阪から徳島に行けるのでおすすめです。さすが徳島、看板まで阿波踊り。これが徳島港フェリー乗り場とフェリー愛です。フェリー愛に近づいてみましょう。船首の部分が大きく開き、ここから車両が出入りします。徳島港は車、バイクで乗船ならドライブスルーで乗船できるのですよ。これは便利でいいね。徳島駅までは1時間に2本も路線バスが出ていますので便利です。私はフェリーを撮影したいので1本遅らせました。徳島市営バスは徳島駅まで20分ほどの道のりです。運賃は250円でした。13時25分発のバスに乗車するとちょうど愛が旋回中でした。今回の南海電車、南海フェリー編はこれでおしまいです。次回は徳島駅から私の好きな国鉄型機動車に乗車です。今から楽しみです。私の動画を見て、船旅もいいなと思っていただければとても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。